外反母趾の方がやってはいけない行動、悪化させてしまう対処法のワースト5をお伝えします。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家、中島武史です。足の専門家といってもどんなことをしているのかっていうのは、この概要欄の方を見ていただいたら詳しく書いています。そちらをご覧ください。外反母趾を治すのっていうのは、実を言うとそれほど難しくなくて、私たちは実際に多くの方改善してるんですね。で、しかも、なんとなくじゃなくて、きっちり測定して、外反母趾って角度が基準なんですけど、何度まで改善した、どれぐらいの期間でっていうのまで全部計測してます。特に最近の場合、私たちのこの取り組みに興味を持った大手企業ですね。日本全体の売上のベスト50位に入るような大手企業が、私たちの歩き方を研究して、何週間でどれぐらいの改善があるというところまで全部データ化していってます。それを医療で使おうとしてるみたいなんですね。で、そんなところまで来ているので、外反母趾を治すのは難しくないというのはものすごく私たちは確実に言えることなんですけれども、じゃあなぜ治らないかというと、やったらダメなことを逆にやっちゃってる。それを良かれと思ってこれで治るんじゃないかなって思ってたり、もっと言えばその世の中でこれで治るよって言っちゃってるんですけどね。で、それが間違えてて悪化していっている場合がすごく多いんですよね。ですから今回はそのあたりのやってはいけない行動ややると悪化する対処方法というのをお伝えします。では内容です。やってはいけない対処法ワースト5で、具体的にはどうすればいいのか。今回の動画をご覧になることで、あなたは外反母趾のやってはいけない対処法を知り、それをやめることで外反母趾の改善を促進することができるようになります。私は足の専門家であると同時に、歩行指導や動作改善の専門家でもあります。世の中に正しい健康情報を広めたいなと思ってこの YouTube を始めたんですが、 YouTube の動画が広がっていくかどうかは皆さんの押してくださる高評価ボタンとか、あとはチャンネル登録数とかコメントなんかによってどれぐらい広がっていくかが決まってるみたいなんですね。ですからこの動画が有益だなと思っていただいたり、多くの方が知ったらいいのになと思っていただいたら、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。では外反母趾のやってはいけない対処法のまず1つ目ですね。1つ目は足の親指を横に広げることですね。このような感じです。で、このような感じで足の親指を横に広げると、なんか曲がった指がまっすぐなっていくような気がして、なんとかこっちに広げようとする人がおられます。で、こっちに広げようとして物を間に挟むのも同じことだと思ってください。どちらにしてもこれはやってはいけないんですよね。で、これはなぜかというと、外反母趾というのは親指がこっちに食い込んでなった病気だと誤解してる人がいるんですけど、それが間違いなんですよね。もしも親指がこっちに食い込んでたとすれば、多少意味はあるかもしれないですね。でも実を言うと外反母趾というのは親指が内に食い込んだんじゃなくて、親指の付け根のところが横に広がった結果角度がついてるんですよね。ということは親指の位置は変わってないんですよ。元の位置と親指の下が広がっただけなんです。ということは直さないといけないのは親指の下のところが横に引っ込まないといけないですよね。なのにこの親指を広げてしまったら横幅が広いところに親指がいっちゃうということになりますよね。ですからこれをすればするほど足の横はどんどん広がっていくんです。ですから外反母趾を治す時にまず絶対にやめていただきたいのは、足の指の間に物を挟んだり横に広げようとしてなんかまっすぐにしようとするのは絶対にやめてください。それはすればするほど足は傷んでいきます。では2つ目ですね。足の指を鍛えるというのはやめてください。足の指を鍛えるというのは弱いよりはいいんじゃないかなと思っておられる方が多いと思うんですけれども、先にお伝えしておくと、外反母趾というのは足の指が使わないせいで弱ったからなってるんじゃなくて、逆に足の指が負荷がかかりすぎて疲労してなってるっていう方向性なんですよね。端的に分かりやすく言えば、ハイヒールなんて履いてて足の指に負担がかからないわけないですよね。むしろ足の指を鍛えるような動きですよね、ここね。で、ハイヒールで外反母趾が悪くなるというのはなぜかというと、負担かけてるからなんです。それを裏付けるように、日本でいうと例えばフィギュアスケートの選手で八木沼純子さんという方がおられるんですけど、この方がブログでご自身で外反母趾になってて、それをどうやって改善したかっていうのを上げてるんですけど、フィギュアスケートの選手が足の指を使わないなんてありえないですよね。で、このフィギュアスケートの選手だけじゃなくて他のスポーツ選手でも外反母趾を公表してる人すごく多いんですよね。ですから足の指が弱ってなってるという考え方自体がまず間違えてるんですよね。
で、もう一つ先ほどもお伝えした、でも鍛えないより鍛えた方がいいでしょという話も、今、負担がかかりすぎててなってるのに、それ以上に負担かけるともっとひどくなりますよっていうことになります。ですから足の指は鍛えていいことはないので、このタオルを握る動きとかでも、グーパー運動とかでも、あとはここにゴム引っ掛けてよくこういうふうに広げるといいですよとかもあるんですけど、もう全部やめましょう。安心してください。やめたからといって外反母趾がひどくなることはありえません。むしろやめたことによって楽になる人の方がほとんどですんでね。はい、では3つ目です。これは外反母趾はテーピングなどで固定するのは絶対にやめましょう。で、なぜ固定をしてはいけないかというと、よくあるのが出っ張った形をまっすぐにした状態でテーピングなんかで固定したり、装具をはめてまっすぐにしたりするんですけれども、外反母趾っていうのは足の使い方でなってます。で、足というのは本来大雑把に言えば内を踏むタイミングと外を踏むタイミングがあるんですよね。これが足の正しい動きで、足の正しい動きに関してはこちらの動画ですね。この動画で足の動かし方の基礎を解説しています。ですからこの動画をご覧になって見ていただくといいんじゃないでしょうか。これまたこの動画の一番最後にリンクも貼っておくんでね、そちら見ていただいたらいいんですが、足はそうやって可変しないとダメなんですね。内側を踏んだ時と外側を踏んだ時で足の形で可変する。で、それが正しくできないと外反母趾になるんですけど、どっちにしても、例えば内踏む形にしても外踏む形にしても固定してしまうとその可変ができないんですよね。ですから一見まっすぐになった綺麗な形に見えるけど、まず一つはその代わり可変できないことによって膝や腰や股関節や他のところにすごく負担がかかるのと、もう一つは結局テーピングの形はテーピングしてる時だけってことになっちゃうんです。テーピング離したら元戻るっていう。なぜかというと足の動きがいつもと一緒だから。まずい動きだから。だから足の動きをちゃんと改善しなければテーピングでそこだけ固めても意味がないということです。ちょっとイメージで言えば肥満になっちゃった方がコルセットなんかで締めたってコルセット離した瞬間にバイーンと元戻るのと同じようなイメージですね。ですからやっても意味がないで苦しいだけですからテーピングというのはやめた方がいいですね。テーピングだけじゃなくて装具もですね。だから装具は日本でいうと整形外のお医者さんに装具を処方されたその帰りしなそれで歩いて痛いもうすでに痛くてやめたという人がほとんどです。実際私のところに来る患者さん偏ってるかもしれないですけれども装具をはめてて痛みを感じた人がほとんどですよね。でそれは足の動きはそのままなのにそこだけ形を整えようとしても無理ですよということになっています。では4つ目です。足をマッサージするのはやめましょうということです。特に外反母趾の人というのはその構造上足の骨が緩んでいってる、足の靭帯が緩んでいって広がっていってるっていうことになってるんですよね。でそうすると足が緩んでいってるがゆえにその保護として患部が硬くなっていってたりするんですね。特に外反母趾がひどくなればなるほど親指の付け根とかはものすごい硬くなってたりします。でこれは今もお伝えしたように足が緩んでいって不安定なのの保護なんですよね。人間の体って意味のないことをしないので、例えば怪我をしたら血が出てきてそれを止めるためにかさぶたが出たりしますけど、そのかさぶたって意味がありますよね。血を止めるという。でその血が止まったら剥がれますよね。それに対してかさぶたができて鬱陶しいからって言ってまだ治ってもないのに剥がしたらまた血が出ますよね。一緒です。ここも意味があって硬くなってるんです。実を言うと肩こりなんかも全部そうなんですが、意味があって硬くなってる、保護のために硬くなってるのにこういうところをほぐしてマッサージしてしまうと柔らかくなってしまって、柔らかいのが無条件にいいわけではないんですよね。柔らかくなってしまって本来そこを保護として硬くなってたのがないせいで不安定になって余計に患部が悪化したりします。正しい足の動きをしてそこに問題がなくなれば自然に柔らかくなるもんなんです。ですから、足のマッサージなんていうのは基本的にはしないでも治すことができますし、すれば悪化することが多いのでやめていただきたいなと思います。では5つ目です。前体重、前重心で歩くというのをやめてほしいんですね。もうちょっと具体的に言ったら前体重というのは急いで歩くとか早歩きっていうのが前体重になりますね。人間の体っていうのはゆっくり歩いてる時は体が起きてますけど、早歩きにしたりとか走ろうと思えば思うほど前傾していきます。で前傾すればするほど体重は足のどこに乗るかというと前の方に乗るんですよね。体が起きればかかとに乗ります。だから足の前の方に乗るとなぜ悪いかというと、外反母趾というのは足の前の方が弱ってる病気ではあるんですよね。その状態で前のめりになっていくとどんどん足の前の方に体重がかかって負担がかかっていきます。
ですから特に足の前の方が弱ってなってるんじゃないかなと思ってる人にやりがちなんですが、早歩きとかして前をガンガン使って鍛えたら治るんじゃないかと思ったりする人もいるみたいなんですが、このような早歩き、前重心歩き、前傾歩き、ハイヒールを履いたりするのもそれでダメなんですけど、前の方に負担のかかる歩き方というのをやめるようにしてください。それだけで足の状態はすごく楽になります。ではダメなことを5つ挙げてきたんですけど、じゃあ外反母趾ってどういう対処をすればいいのっていうので言うと、外反母趾というのは歩き方で発生している病気です。具体的に言ったらオーバープロネーション、過剰拐内という足の使い方で発生する病気なんですね。ですから、そのオーバープロネーションというのをしない人間が本来持っている歩き方、骨格構造上自然な歩き方というのをしていただくのが重要になります。では具体的な歩き方ですが、簡単に言えば自然な歩き方をしてくださいねということなんですね。足の骨格構造上本来持っている普通の歩き方をすればそれでいいんですけど、それを失ってしまった人が今の状態になっているので取り戻すのは大変だと思うんですね。ですから私たちはその歩き方をゆるかかと歩きという形でお伝えしています。でこの歩き方に取り組んでいただいたら、外反母趾のところが痛いという方は歩き方を正しくできた時点でもすぐに痛みはなくなります。それぐらいのもんです。で横幅とか外反母趾の角度も正しく歩いていればどんどん改善していきます。で具体的な歩き方をどうすればいいのについてはこのシリーズですね、ゆるかかと歩きレッスンというシリーズで解説していますので、こちらをご覧になってください。でこれを見て取り組んだだけでもどんどん改善している人がいるぐらいですね。本来は私たちは日本では指導者がいて、その指導者が教えてはいるんですけれども、そういうところに行くことができない地域の方もおられると思うので、まずは動画で取り組んでいただくといいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。外反母趾というのは気持ちはわかるんですけど、出っ張っちゃったから原因を考えず、とにかくその出っ張りを引っ込めたいとか、とにかくまっすぐにしたいと考えがちですよね。でもどうやって発生したかというのを正しく理解して、それに対する対策っていうふうにしていただくと意外に難しくなく治すことができます。足が調子が良くなるとすごく人生が楽しいのでね、是非取り組んでみてください。